久しぶりに Vlog が、戻ってまいりました。Learn Japanese through Vlog のシリーズですね。ずっとまた再開してくださいって言ってもらっていたんですけれども、スペインに暮らしていてもそんなに面白くないというか、日本の方が面白いかなと思って全然撮っていなかったり、あとは外で動画撮るの結構大変なのでやっていなかったんですけれども、ちょっと今回は頑張りたいと思います。私の週末は毎週全然違います。今週はまずは、部屋というか家の買い物、扇風機とかフライパンとかを買いたいです。それから、友達夫婦が旅行に行っているので、その犬の世話をしないといけないので、かなりいつもと違う週末だし、そして明日友達を呼んで寿司スモールディナーをします。家で。なので、その準備もしないといけません。今は12時くらいです。普段このくらいの時間に起きるんですけれども、本当は。今日はサヤズの研修がありました。研修っていうのは毎月先生方と集まってもっといい授業をするにはどうしたらいいかみたいな話し合いをしたり模擬授業をしたりするんですけれども、今回も1時間のミーティングでいろんなことをお話しして改善点とか、今後頑張っていきたいことを探せて、すごい今やる気が出ています。というわけで今出かける準備をができているんですけれども、これからマーケットに行きます。マグロとサーモンを買って、でその後友達の家に行って犬に薬をあげます。で友達の家にある私のご飯を取ってくるというミッションをこれから果たします。行ってきます。フライパン買いました。もう持ってるフライパン3つが全部やばいほど焦げ付き始めてきたので、もう本当にご飯が黒くなっちゃうほど、むしろその黒いのって大丈夫かなと思って、そのフライパンがさ剥がれてきてる瞬間のその剥がれてるものを食べてるってことじゃないの？黒いのが焦げならいいんだけど、黒いのがフライパンのなんか一部とかだったらやばいなと思って、どうせ明日みんなのこと招待して料理もしないといけないから、今回買いました。であとはメルカドナ派です。メルカドナで食材を買ってきました。お腹でちょっとそんな短時間の間に2つのことが起きたんで話したいんですけれども、まずはお腹空いたのでぶどうを食べます。まず1つ目はフライパン買ってた時のことなんだけど、いいけどさ、私的には並んだ方がむしろ効率的というかロジカルじゃない？簡単じゃない？並んでじゃあ次の人ってやった方が誰も頭使わなくていいからいいのになって思うんだけどね。スペイン人は並ばない文化に関してストレスになることありませんか？教えてください。でもう一つの話が、メルカドナに入る時ね、入ってる時にメルカドナの周りって結構物乞いしてる人多いでしょ。で今回は女の子が私のこと見つけてまっすぐ私に話しかけてきたのね。でラテン系の女の子なんだけど、ラテンアメリカ、南アメリカ系の女の子なんだけど、2人で最初多分ご飯ちょうだいって言われたんだけど、私そういう時って一応スペイン語わかんないふりするのね。なぜかっていうと、なんか時々すごい
騙そうとしたりする人もいるから分かんないふりするんだけど、そしたらおむつの写真を見せてきて、これが欲しいって言うから、私も女性が何かを必要としていたら大体は助けるっていう風にしてるから、じゃあいいよって言って、てかお金が必要ですって言われたら大体断るんだけど、そのドラッグに使ったりするらしいからね。でもなんかご飯が必要とか言われたら、普通にご飯ちょっとぐらい買うぐらい全然構わないから買うようにしてるんだけど、でも今回はおむつだったのね。で私と彼女用に一つ一つだから2つちょうだいって言われて、あ、OK って言って入って、おむつって結構高いね。そもそも何のサイズかもよく分からずにおむつなんて買ったことないから、適当に一番こうメインで売られてるやつの、パックを1パック6ユーロ、6.2 ユーロぐらいしたかな、買って。でもなんかその間もこうよく聞くじゃん。例えばホームレスの人がお金をこうもらってる時に、実は裏でマフィアにこう操られてて、そのお金は全部彼ではなくマフィアに行ってるとか、あとあと発展途上国の物乞いする子どもたちも、実はそのお金は子どもたちが稼いでるんじゃなくて、こう上にそういう組織があって子どもの利益にはなっていないみたいな感じでのことを聞くので、なんかそういうのに加担してるのかなとか、もしこのままおむつ1回あげたらその後もずっと何か聞いてくるとか、後をつけられるとか、そうしたらどうしようとずっと考えてたんだけど、まあわからない、今までやったことないし、そんな街のど真ん中のメルカドナでこう女性に追いかけられたところで多分大丈夫だから、とりあえず買ってみようと思って買って、その後あげたんだけどね、なんかあれは本当に人助けをしたのか、それとも何かの犯罪に手を貸したりしたのか、どっちなんだろうなって今でも考えている。なんかちょっと寂しいじゃなくて悲しいよね。こう人の優しさにつけ込んでこう悪巧みをする人とか、あとは恩をあだで返すような人もたまにいるせいで、そういう本当に助けが必要な人たちがもしかしたら助けられてないと思うと悲しいなと思うけど、なんかそういう関係でよく知ってる人いたら教えてください。 Anyways、今日はもうこの後掃除して週末の掃除をして、で今日は友達が新しいお家に招いてくれたので、そこに遊びに行って終わりです。ちょっと昨日金曜の夜でね、友達のワンコを世話したり、友達に会ったりいろいろして、で2時に寝て、2時か3時かな、2時ぐらいに寝て、で7時に、ワンコと起きて、でその後さやつのミーティングをするっていうハードスケジュールだったので、自分でハードにしたんですけれども、だったのでちょっと今夜はゆっくり家で一人の時間を過ごしたいなと思っています。日曜日です。もう4時前で、ディナーは6時って言ったんですけど、スペインではみんな1時間くらい遅れてくるのが普通なので、7時開始ということで、もう作っていきます。冷めてもいいものから作っていきます。っていうか、まず今日のメニューは、手巻き寿司。普通の寿司なんて私は作ったことないので、日本人に聞いたら分かると思うんですけれども、寿司を作るってそんなにないんですね。握りとか。でも手巻き寿司はよくやります。手巻き寿司は自分の手の上でこう作っていくタイプの寿司です。で、手巻き寿司の具材が米、海苔で、サーモン、マグロ、昨日買いましたね。で、卵、きゅうりで、普通はないんですけれども、ヨーロッパだしベジタリアンの子もいるのでアボカドを用意します。で、サイドディッシュが餃子。もう餃子は冷凍餃子です。でもそれは最後にやります。で、あとピーマンの甘辛煮と
チンゲン菜かな、名前は。チンゲン菜のピリ辛炒めみたいなのを、ピーマン甘辛煮じゃなくて甘辛炒めだね。と、チンゲン菜のピリ辛炒めみたいな、ちょっと名前後で確認しますが、それを作っていく予定です。手巻き寿司の時の卵はとにかく手巻き寿司の具材はとにかく細くて長ければいいので、あんまり難しく考えずにやっていく予定です。私すっごく緊張とか不安とかなりやすいタイプで、こういう風に人を呼んだりするとちゃんとおもてなししたいから結構ストレスになったりするんですけれども、年齢を年を取って学習するので、じゃあそういう風になるならちゃんと前もって準備してギリギリでストレスにならないようにすればいいんじゃないということで、こういうことをするときは1週間ぐらい前からインバイテーションを送って何人ぐらい来るのかちゃんと、確かめてっていう風にやっています。一具材完成しました。簡単でした。ここに置いておきます。じゃあ今度は手巻き寿司の、具材ではなくサイドディッシュのピーマンの甘辛炒めを作ります。フライパンはこのままで大丈夫。作り方微妙なので調べます。ピーマンの甘辛炒めって何？ピーマンの醤油と砂糖でやるタイプのやつなんだけど、醤油、砂糖。なんかあんまりレシピなくて、そんなレシピないのかな。ちょっと見つかったのでやってみます。油ある、豆板醤ある、オイスターソースある、お酒ある、醤油ある、ごまある、ごま油ある、全部あります。これは作るしかないでしょ。ごまどこかにあったんだよね。本当は豆板醤、チリビーンソース、豆板醤でした。チリビーンって豆板醤。ちょっと一瞬びっくりしました。味見してもさ、わかんなくない？いいと思う。ベジタリアンの友達がいるのにオイスターソースを使ってしまいました。というわけで、チンゲン菜の方はオイスターソースを使わないで。で、チンゲン菜っていう名前なのかな、ちょっと待ってね。ぽいです。チンゲン菜のレシピ。2 hours later. ちょっとソファーでゴロゴロしてました。今4時半なんですけど、この時間っていつももう眠くて仕方なくて、でも難しくないですか？オフィスで仕事してる人はどうしてもオフィスで仕事しないといけないと思うんですけれども、私の場合は家でやってるので、家で朝10時ぐらいから仕事始めて平均してで2時ぐらいにお昼ご飯食べ始めて、で2時食べ終わって3時にはまだ眠くないから、じゃあ仕事戻ろうかと思って戻ったら4時5時ぐらいからもう眠くて仕方なくなってくるので、もう寝た方がいいと思いますけれども、なんか仕事をしてる時に寝るのって結構私にとっては大変、ストレスとかもあるので、そんなに簡単に睡眠に入ることはできないので、いつもどうしたものかコーヒーを飲んでいつも紛らわそうとするんですけれども、そうはいかないことも多いので、何かおすすめあったら教えてください。というわけでコーヒーを作ってから、チンゲン菜の炒め物を作
っていきます。最近不可解なのは、友達が作ってプレゼントとしてくれたスプーンがあったのね。すっごい可愛いやつで、これも他の友達からプレゼントでもらったんだけど、これとセットでずっと使ってたのね。毎日この家で。ある日消えたの。なんでスプーンが家からなくなるか、誰かが取るっていうこともないので、自分しかありえないんですけれども、家は結構丁寧に掃除しているので、消えるなんてことないはずなんですよね。今ちょっと冷蔵庫の隙間とかまで見たんですけれども、ないんですよね。変ですよね。不可解です。ここからですね、友達がやってきて英語で話しているので、アフレコでいきます。ここではみんなに納豆を試してもらいました。意外に反応は悪くなかったです。私の友達本当に多種多様で、まずイタリア人で PhD、この女の子もイタリア人で PhD、 この人はイラン人で PhD プラス最近は働き出した、次の子はスペイン人で、学校で心理師として働いている、それからフランス語の先生ですね、こちらがアルジェリア人で PhD、こちらはインド人でこちらも PhD、 それからフランス人の自営業の人です。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。